こんにちは、笠尾です。感じてわかる絵画と絵本の絵の深読み教室を始めていきたいと思います。このチャンネルでは絵本の絵を引用させていただきながら、絵の深読みに必要な知識をですね、皆さんに分かりやすく説明しております。またですね、話題の絵本や私が見つけた面白い絵本などについてもお話ししております。私と一緒にですね、実際に絵本の絵の深読みをしてみたいという方のためには、毎月第1土曜日の夕方5時から中野駅近くの絵本サロンループ中野さんにて、またですね、第4金曜日夜7時からは Zoom にて開催しております。どちらもですね、あらかじめ深読みする絵本をご購入していただいた上で、その絵本をめくりながらですね、ご自身で絵の深読みを体験していただいております。申し込み URL は概要欄に書いておりますので、ぜひご覧ください。さてですね、今日は有名な青くんと黄色ちゃん、こちらですね。日本では青くんと黄色ちゃんと言われているのですが、この絵本を使ってですね、子どものうちからビジュアルリテラシーを学ぶことの大切さについてお話ししたいと思います。日本ではビジュアルリテラシーという言葉はあまり浸透していませんが、海外ではですね、多くの人が理解できる言葉として通用しているんですね。で、ビジュアルリテラシーとはですね、例えば絵本ですね、こういう絵本ですよね。絵本からポスターのように絵と文字、それを使って表現する作品ですね。それを人に伝わりやすい形で作るための能力。リテラシーって読み書き能力のことなんですよね。そういうポスター作ったり、もしくは書かれているポスターから正しく情報を読み取ったり、そういうことの能力です。で、これをですね、西洋では小さい子供のうちからビジュアルリテラシーを身につける機会がたくさんあるんですね。で、その一つとしてですね、親から絵本を読み聞かせをしてもらうということもあるわけなんですよ。ビジュアルリテラシーを学ぶ最も最適と考えられる絵本、そういうのもねいっぱいあるんですね。その中で最もこれがいいだろうと思われる絵本が実はこれの英語版なんですよ。こちらですね。で、日本語バージョンですね。日本語バージョンの場合、日本ではあまりビジュアルリテラシーということを皆さんご存知ないじゃないですか。ですので、翻訳されている時に、日本人に分かりやすいようにしている部分というのがあるんですね。ですので、逆にビジュアルリテラシーを直球で受け取ろうと思ったら、こちらの方が分かりやすいということになるわけなんです。ではですね、まずこれ、表紙から見ていきたいと思います。書かれている言葉ですね。リトルブルー&リトルイエロー。ちっちゃな青とちっちゃな黄色ですよね。って書いてあって、表紙がこうなってると。これちっちゃい青があって、ちっちゃい黄色だなと。で、ここのとこですよね。ここが、緑になってますね。青と黄色で重なって、緑になってるのかと。なんかね、よく光が2つね、青い光と黄色い光が当たっていると、両方が混ざると緑になる。そんな感じですよね。で、真ん中に白い、道みたいなのがありますかね。で、その下にはこう地面かな、ありますね。で、上茶色になってますね。こういう絵です。ですから、この小さな青と小さな黄色、何も具体的なものが書かれてませんよね。しかしですね、こう日本語バージョンで見ますと、青くんと黄色ちゃんって書かれてますね。で、青くん、黄色ちゃん、このように呼び方を変えるって、大体男と女ですよね。ですので、ここでこのように言ってしまうと、見ている人は、すでに、この青は青い男の子、男の子のことを意味しているんだなと。黄色はちっちゃな女の子のことを意味しているんだなと。文章の方から感じてしまいますよね。しかし、この文章がなくて、単純に小さな青と小さな黄色っていうふうに書かれていたらですよ。ちょっとこれ光っちゃいますね。こんながいいかな。光っちゃいますから、ちょっと斜めにしてみますけども、単純に青と黄色がある。で、人によっては
あ、私青いのが好きだからこれ私のことかなとか、もしくは何か青い服を着ている犬を飼ってたらちっちゃな犬のことかなとか、いろんなものに当てはめることができるわけですね。それがこの絵本の一番重要なところなんですよ。つまり具象的なものが何も書いていないということですね。こちらのように文章であったら、もしこれ具象的に書いたらですよ、青い服着ている男の子がいて黄色い服着ている女の子が描かれているっていうような絵があってもおかしくないですよね。またその方が自然かもしれないですね。しかしこの絵本は完全に抽象的なものだけで書かれているので、その人の頭の中にあることがですね、そのまま反映するわけですよ。これって大きな違いがあると思いませんか？こちらではもうすでに規定されているわけです。なんか男の子、女の子。でもこちらで言うと、なんか青い何かしら、黄色い何かしらなわけですね。で、その何かしらは、読んだ人が頭の中に思い浮かべたものがそのまんま入ってくるわけです。ですから自由度がすごい高いってことなんですね。ここがまず最初の重要なポイントなんですよ。その具象的に記述しないで抽象的なもので言うと、読者の想像したものに寄り添えるってことなんですね。ですから絵というのは具象から抽象までいろいろな分かれ方があるんですけども、その中の一番抽象度が高いものだけで作られた絵本っていうのがこの絵本なんです。これより抽象度の高い絵本は多分ないと思うんですよね。ですからこの絵本は皆さんですね、必ず購入していただいた方がいい。というのは、この絵本を使うことで先ほど言いましたビジュアルリテラシーですね、絵の読み書き能力をお子さんと共有する。皆さんも学べるし、一緒にですねお子さんも学べると。ですからこれでまず私がご紹介するじゃないですか。この抽象的な絵で描かれている絵本の意味、それを説明していきますと、自然にですね絵から情報を読み取れるようになるんですよ。でその読み取れるようになった情報を今度はお子さんと一緒に、楽しんでいくと。そうするとお子さんも絵が読めるようになると。これがですね一番重要なんですね。で重要なんですけれども、こういうことって日本では今まで行われてこなかった。学校でももちろんやってこなかった。ですから皆さん自身もあまりよく分かってないと思うんですね。ですからまずは皆さん大人の方にビジュアルリテラシーを知ってもらい、でその上でその知識を使いながらいろんな絵本をですよお子さんと読んでいくと、お子さんは自然にビジュアルリテラシーが分かるようになり、ポスターを描くんでもかっこいいポスターが描けるかもしれないし、絵本も描けるようになるかもしれないと。だってですね、こんなの絵って誰でも作れるじゃないですか。紙ちぎってそれで青と黄色をすればいいわけですよね。ですから技術も何もいらないわけです。言ってみればビジュアルリテラシーだけで作ってる絵本なんですよ。ですからこのビジュアルリテラシーの大切さで、しかもねこれベストセラーですからね、ロングセラーでベストセラーですよ。ここに書いてありますよね。50周年ですよ。これができて50周年で、こんな単純な絵でこれだけのことがこれだけ続いて世界中の人に読まれる、ものすごいことですよね。だからこれはビジュアルリテラシーがこれだけ大事だということを物語ってるっていうことになるわけですね。さてまずこの表紙、もうちょっとですねこの表紙語っとこうかな。これはですねこういう風になってるんですね。でもしもですねここで青くん黄色ちゃんみたいに言わないで、このようにただにちっちゃな青ちっちゃな黄色と言っているとしてもですね、英語でもなんとなく人間っぽく感じさせるじゃないですかね。リトルなんとかみたいなのって結構出てきますよね。ですがそれをですねそのまんまここに反映させないために多分この黄色い部分があると思うんですよ。この黒い紙、黄色い紙、それに挟まれて白いところがあって、つまりこういう紙から切り出した丸なんだよ。こう物質的な感じですね。物として、何かに例えようと思えば白い道があって、上が茶色で下が黒い洞窟みたいにも見えるわけですけれども、
もっと物質的に考えれば黒い紙、茶色い紙、そういろんな紙があって、それからこう切り出したらこういう丸できるよねと。だから皆さんもこう簡単に作れちゃうよ、やってみたらっていうような誘いにもなってる気がするんですね。もしこの茶色がないかったらですよ、これなかったらなんかこう黒い地面の上に、リトルブルーとリトルイエローが立ってるっていう非常に自然な絵になっちゃいますよね。でもこれがあることで、これは何を意図してるんだみたいなことで逆に謎かけてるっぽい感じになりますよね。でそこで物質に戻っていくと、そういうことかなと、ちぎってこんな風にしてできるなみたいなことを誘ってるかもしれないということであります。さてこれ次いきますよ。これ見返しですね。見返しこうなってます。ちょっとこれね邪魔なんで外してみますか。見返しのところはこちらの絵本でも同じだからいいかな。ですね、同じじゃない。ちょっとこれはどうしたことだ。これ日本の見返し、日本語版の見返しです。これですね。日本語版の見返し。こうでしょ。いいですか。見ました。大した情報があるわけじゃないんですけど、英語版の見返し実は私も今気づいたんですけど、英語版の見返しこうです。違い分かります？これ英語版です。じゃあですね、これ並べてみます。何が違う？色がね、なんか下薄いですね。これは印刷の問題だということでちょっと置いといていただくと、何が違うでしょうかということですね。でじゃあちょっと見てみましょうか。これですね、例えば青に注目します。リトルブルーいっぱいいますね。リトルイエローもいっぱいいるんですけれども、この中で一番目立つやつはどれでしょう？大体は同じような丸なんですけど、1個だけなんか潰れてるやついますよね。これ目立ちませんか？青の中ではこれが目立ちますよね。じゃあ次に黄色を見てみましょう。黄色の中で目立つ、黄色もねやっぱりちっちゃな丸なんですが、これって下がこうへこんじゃってるじゃないですか。一番こうなんかへこみがでかい黄色い丸はこれですよね。そうするとこれとこれが目立ちますよね。でこの2つが、特徴になっていて、じゃあこっちで見てみますと、これ潰れてますよね。でここ欠けてますよね。そうするとこれとこれ、これとこれが中心になって両方比べられるじゃないですか。そうすると同じものが黒と白になってるってこと分かりますね。分かりますよね。これが英語版です。では次、日本語版。これ見てください。いかがですか？潰れている青いのはどこにあるでしょうか？こちら潰れてますよね。でもう一個こっち側で潰れてるのどれかというとこれですよね。あれ？似てるけどちょっと違いますよね。何が違うんでしょう？何が違うかっていうと、よく見てください。左右じゃ上下逆転しますよね。ってことはこっから来ているこの黄色、こっから来ているこの黄色、これも逆転してますよね。上下がこれとこれ上下逆転してますよね。ですからこうなっているものがカクンとなってここに来ているわけですね。ですので絵をよく見ると日本語版と英語版はそもそも違う。もしかしたらこれ青黄色だから気にしないでいいやと思って日本語版の人はこれ作っちゃったかもしれないですよね。しかしですね、結構ここの情報というのも重要なんですよ。これですね。
右と左が全く同じ青と黄色が並んでますと。並んでいるんだけれども、背景の色が黒いか、背景の色が白いかですね。それだけで見え方が全然違うよねっていうことに気づきませんか？で、全くさっき日本語版だと上下逆になってしまっていますので、全く同じものではちょっとなくなっちゃってるんですけども、これの場合は全く同じです。で、こちらが黒いですよね。そうするとなんとなくですよ、黒と黄色がすごく鮮やかで、しかも大きく見えませんか？逆にこちら側ですと白が背景なので、全く同じなんだけどもちょっと縮んで見えませんか？青と黄色が。そうですよね。で、印象がどっちが強いかって言ったらこっちの方が強いですよね。ものすごい強いコントラスト。黄色は明るいですからね。青も明るいことは明るいんですけど、黄色の方がすごい明るいですよね。で、そうすると、こちらの絵で目立つのは黄色ですね。断然黄色が目立ちますよね。黄色ちゃん、優位の世界。こちらが白。で、白いは明るいので、黄色も明るいですよね。そうすると、ちょっと暗い青の方が目立ちますよね。こちらは断然青の世界になるわけですね。ですから背景の色だけでどっちを目立たせたいかをコントロールできるというわけです。そのことを学べちゃうわけですよ。この見返しを見ただけで。まだね、学べることあるんですよ。それはね、視線誘導というものです。目っていうのはこういうものを見たときに順番に追ってきますよね。で、どういうふうに目を動かしたくなるか。それを考えてみましょう。縦横とかって普通考えますよね。でもこう横に行こうと思ったら青黄色青黄色青黄色、なんか進みにくくないですか？ですけど斜めに行こうと思ったら青青青青青黄色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 、こういう方向、目進みやすいですよね。これが視線誘導です。こちらは視線誘導がこうかもしれないですけど、こうでもいいんですけどね、斜め方向に視線を誘導させてるっていうことが分かるわけですよ。だから綺麗に縦横に並んでいるんだけども、色を変えるだけで視線誘導が変わっちゃうってことですよね。だからもしも横方向に目を動かしたかったら、これ全部青、次これ全部黄色、これ全部青みたいにすると目はこっち側に自然に行きたくなるってことです。こういうことをですね、もう表紙、見返し、これだけでこんなに情報を伝えてるわけですよ。ですからもしもですね、皆さんがこのことが分かって子供と一緒に読み聞かせをすると、子供はこれ見ても面白くないですかね、ただ見てもね。でもね、これをちょっとした物語をつけて、これ例えばここを飛んでいこうとすると、青青青青青って例えばケン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 とか飛んだりしますよね。丸書いといて。でその時にこうなってたらどっち行きたくなるってこうなりますよね。どっち行きたくなるって、黄色だったらこっちに行きたくなりますよね。ね、同じ色のとこ行きたくなるよね。なんでかなってなりますね。これがビジュアルリテラシーの勉強の始まりなんですよ。お母さんが子供にどう思う？どっちが行きたくなる？みたいな感覚を呼び覚ますということですね。でその感覚を呼び覚ますためには、具象的なものよりも抽象的な本質的なところを抑えてしまうことが大事だということになるわけです。ということでしてね、もうちょいいきますよ。じゃあここいきます。これ中拍子ですね。中拍子のこの青の部分見てください。実は先ほどと全く同じですよね。ここ細いのがあって下向いてる、この下のところに欠けがあると。細いのがあって欠けがある。同じなんですね。同じなんだけど今度は色が全くなくなりましたね。横に行きたくなりません？横か縦。こういうふうに行きたくなりますよね。こういうふうに行きたくなりますよね。ここが大事なんですよ。だからこっちだと斜め方向に視線誘導されているけど、色がなくなったら
綺麗に並んでいるので、横と縦これ綺麗に並んでるねってなるわけですね。今度は斜めにちょっと行きにくいでしょ。斜めどっちだ、こっちだとか探しながら行かないと斜め行きにくいですよね。ということで、視線誘導もただ単に並んでいたら縦横優位だということがここから分かるわけですね。でまたそれだけではなくて、感じる印象も違いますよね。これ色が全くなくなったらどうなるか。雲みたい、青空にある雲みたいですね。なんかそういうような印象も全然違ってくるわけです。さて、やっと中拍子ここまで来ましたね。でここではちょっと謎かけっぽい回あったんですけど、ここで、青と黄色、ちっちゃな青とちっちゃな黄色、この子のお話だよってことになります。さて、もうちょいいきますと、この青い丸がリトルブルーですと。もう正面にドーンと真ん中に来ますね。これもデザインの上で非常に重要ですね。真ん中という位置、これの重要さ。真ん中にあるから、この子に一番焦点が当たってるってことですね。これが、小さな青ですって書いてあって、この青がこの辺に書いてあったら、なんか意図を感じますよね。もしかしたらひねくれもんかなとか感じちゃいませんか。ですけど真ん中に堂々といますね。リトルブルー。リトルブルーに焦点が当てられていて、彼も堂々としてるなっていうことをここから感じるわけですね。もう1ページいきますかね。今度ここ行きます。そうするとここですね。ここは彼の家ですと。でパパママブルー、パパブルーとママブルーがいると。パパブルーママブルーと一緒に家に住んでるわけですね。そういうことが書いてあるわけです。でもここでも人間とも何とも言ってないわけです。でさらに言えばですね、リトルブルーはこれだって分かりますよね。じゃあパパブルーとママブルーはどれでしょうかという話になりますね。で先ほどの日本語版で言うと、最初に男の子女の子ね、男の子女の子みたいな感じの刷り込みがあると、なんとなく日本人だったらこっちが細長いしお母さんで、こっちはどっしりしてるとお父さんでっていう風に感じやすいと思うんですよ。しかしですね、もう今まで全部抽象的に来てます。ですのでそれぞれの家庭の事情に合わせて、もしかしたらお母さんこうかもしれないし、お父さんこうかもしれないですよね。でそういうような関係性、つまり絵が抽象的だからこそ、読んでいるお子さんもしくはあなたの家の事情に合わせてこれが読めてしまうわけですよ。ですから抽象的であれば抽象的であるほど世界共通言語になっていくわけですね。そうですよね。だからアメリカとかだと、イギリスとかでもそうですけど、ジェンダーの問題があるので、女の子は赤い服とか男の子は青い服っていうだけでもう問題視する人も出てくるわけですよね。ですけど、そんなことがあろうがなかろうが、抽象的なものだけで描かれている絵本、世界を股にかけてどんどん広がっていける絵本なわけですね。というわけで、ここから先ですね、この抽象的な模様があなたに何を感じさせるか、そういうことがずっとこの先続いていくわけですよ。こうね、ずっとそういう目で見ていくと何が大事なのか。であとですね、これをどうやってお子さんに読み聞かせするといいか、そのようなことに関して、今度のですね、ループ中野さん、中野駅からですね、歩いて5分もかかんないかな、大きな公園があるんですけども、その公園に面したところにあります。ぜひですね、皆さんにお集まりいただきたい。私としてはですね、日本にこのビジュアルリテラシーというものが、軽視されている。なのでいろんなことがうまく進んでないと思うんですよ。ですから海外で、すごい評判になっているいい絵本、それも日本に来て
それを読むお子さんがいないんですよね。ですので、しばらくするといい絵本だって評判で翻訳されて出てきても、気づいてみると絶版になってたりとか、私もですね、いやじゃあこれやろうかなと思って、これ今度深読みしようかなと思って探すと、もう絶版になってますみたいなことがですね、結構あるんですよ。で、なんでそうなってしまうかというと、やっぱり読まれる方、お子さん、それからお母さんがビジュアルリテラシーというものをあまり理解されていないからだと思うんですね。ですので、この絵本を使ってビジュアルリテラシーがどれだけ大事なものなのか、それがあることでどのぐらい広がるのかというようなことをですね、一番それがお伝えやすい絵本、青くんと黄色ちゃんでお話ししていきたいと思います。これはですね、私からすれば非常に重要なレクチャーになりますので、ぜひ皆さんにお集まりいただきたいと思っております。申し込み方法とかですね、もう今からで言うと8月2日ってもう数日しかないんですけれども、これまたですね、Zoom とかでも取り上げていきたいと思っておりますので、ぜひお集まりいただきたいと思います。これ本当に重要なんですよ。くどいですが、ぜひ集まっていただきたいと思っております。では。